待ってくれ。残す部隊はあと一つ。間抜けな奴らは騙される。はい、皆さんこんにちは、モノルです。冒頭ですね、PlayStation 5 Apex のソロランクでダブハンを取った試合っていうのをね、ハイライトで流してみました。こちらで使っていたコントローラーっていうのがこちら、ボイドジェネシスになります。このコントローラー、もともとは PlayStation 5に対応していないコントローラーなんですが、今回使っていたのはこちらですね、ブルックのウィングマン P5S コンバーターっていうものを使って、接続をしていました。先にちょっとお話ししておくとですね、もちろんこちらブルック社製のコンバーターについてですね、PlayStation 5に接続して使ったりとか、あとは Apex Legends でね、使ったりとかするっていうことに関してね、利用規約違反ではないっていうことは確認済みです。PC で強いと言われているこういうサードパーティー線コントローラーですね、Void Genesis に限らず、G7 Pro 8K PC だったり、もちろん Void PS4 Firebird も使えますし、最近特に私が気に入っているコントローラーこちらですね、リードジョイのゼノプラスだったりですね、こういったコントローラーすべてですね、こちらの P5S コンバーターを通すことで PlayStation 5で使うことができるようになってます。今回はそんなブルックウィングマン P5S コンバーターの遅延検証とかをやってね、じっくりとレビューをしてきましたので、ぜひねチェックしていってみてください。そしたら行ってみましょう。それでブルックウィングマン P5S の価格なんですが、現在 Amazon.co.jp で 11,900 円で発売されてます。Amazon とは別にですね、正規代理店のチャプスタブルックさんからですね、楽天の方でも販売されていますので、そちらから購入することもできるようになっています。またですね、ちょっと注意点が一つありまして、こちらのコンバーター、まだですね、コントローラーのヘッドホンジャックには非対応となってます。なのでコントローラー自体にヘッドホンジャックがあったとしてもですね、ちょっとねそちらは使うことができなくなります。なので別途ですね USB ダックや USB アンプを直接 PlayStation 5に接続していただくかですね、 HDMI の音声スプリッター使ったり、モニターのヘッドホンジャックを使ったりとかで、そういった方法で音声を取り出したりですねしてください。VC を使う方はですね USB ダックや USB アンプを PlayStation 5に接続するっていうのがね、いい使い方になるかなというふうに思います。安くて1000円ちょっとぐらいでねこういった製品ありますので、そういったところもね探してみるといいかもしれないです。そしてですね、私の方で確認しているですねコントローラーの使用可否なんですが、まだ現状ですね完全なリストにはなってないので、ちょっとこの動画を公開する頃までにね一通り今持っているコントローラーについては調べておきたいなと思います。このリストに関してはピン止めコメントでもね、更新しておきますので、気になる方はそちらもぜひチェックしてみてください。このリストに関しては私が興味を持ったコントローラー、購入したコントローラーに関しては常に更新をしていこうかなと思っていますので、ぜひね役立てていただけたらと思います。これまでですねブルックウィングマンコンバーターといえばいろいろレビューをしてきました。最初にレビューしたのがこちらでしたね、ウィングマン FGC2 ということで、PC と PS5 に対応した有線接続対応のコンバーターでしたが、ここからですね PlayStation 4にさらに追加で対応したこちらウィングマン FGC-VX っていうのはね、非常にこれは私も普段から結構使ってですねお世話になったコンバーターだったかなと思います。ここにさらに無線接続っていうのに対応したものっていうのがこちら P5 っていうねコンバーターでした。
さらにですね、この最終形態と言っていいですね、このウィングマン P5S ではなんとスイッチとスイッチ2に対応したそんなコンバーターに生まれ変わってます。これだけねどんどん進化をしていっていく中でですね、PlayStation 5対応のコンバーターとしてはこれがね最終版になる予定っていう話も伺ってます。言ってみればブルック・ウィングマンの PlayStation 5対応コンバーターとしてはですね、一番最高峰のコンバーターというのがこちらの P5S になるっていうことになります。ちょっとね軽く中身の方もチェックしてみたいなと思うんですが、付属品としてはですね、こういう箱類の他に取扱説明書の簡単なクイックガイドみたいなものですね。こちらのようにですね接続方法が書かれていてですね、 QR コードがあって完全な取扱説明書っていうのはここからダウンロードすることができるようになっているものですね。英語と日本語っていうのがあって、しっかり技的マークとかも入ってますね。でステッカーですね、いつ見ても結構綺麗なしっかりしたステッカーっていうのが入っていて、あと本体の他に USB ケーブルが入っています。こちら USB Type-C のオスから USB Type-A のメスに変わるっていうね、そういうケーブルになっていてですね、これ、PlayStation 5の本体のですね前面にこう USB Type-C を接続して、でここにですねこの本体を接続してあげるとですね PlayStation 5の排熱がね問題にならなくなるということで、前面が吸気側なので、ちょっと今までのコンバーターでですね、PlayStation 5の背面にこう直接接続してしまうとですね、ちょっと排熱の影響かですね、途中で接続が切断されてしまうみたいな問題があったんですが、そちらに対応するための USB ケーブルが付属するようになってます。なのでこれをね PlayStation 5の前面に挿すっていうねやり方がね結構、おすすめの接続方法になってます。そしたらせっかくなんで、皆さん一番気になるであろうこのねボイドジェネシスを PlayStation 5に接続する様子を見ていただきたいと思います。今ですねこちら PlayStation 5の背面につなげた延長 USB ケーブルですね、こちらを持ってきてます。 PlayStation 5を起動したらですね本体を PlayStation 5に接続してあげます。そしたらこんな風に緑色から青色に光ります。この時点でコントローラー PlayStation 5に認識されるんですが、この状態ではもちろん操作できないですね。で P5S のこのお尻側の USB ポートにこの Void Genesis をね接続していきます。ここにつなぐ USB ケーブルは基本的にこのコントローラー付属のですね USB ケーブルとかを使っていくのがいいかなと思います。接続をしました。この状態で待っているとP5S の LED が青点灯に変わってですね、もうすでにこれで、操作ができるようになってます。今ストリートファイター6がちょっと起動しちゃったんですけど、こんな感じでですね普通に操作ができますね。で今これですね P5S の設定デフォルトだと、タッチパッドボタンがクリエイトボタンになってるかなと思います。それをちょっとチェックするためにストロプレイルームを開いてですねコントローラーの動作チェックもやってみたいと思います。タッチパッドですね。このようにここのねボタンですね、左側のセレクトボタンというか今クリエイトボタンですかね、こちらを押すとこのようにタッチパッドボタンが機能するようになってます。タッチパッドボタンを押しながら右スティックを動かすことでこんな風にねタッチパッドを操作するっていうこともできます。このねタッチパッドのモード切り替えっていうのは今までの FGCVX まではですねこのクリエイトボタンを押しながら左スティック押し込みとか右スティック押し込みとかでいろいろとね設定変わったりしてたんですが、今回この P5S とかね P5 からですけどPC の設定ソフトで変えるっていうことになっててですね、勝手に変わらないようになりました。なのでですね、特に Apex をプレイされる方でマップを開くボタンがなくて困ったとかっていう方がねたくさんいらっしゃったんですけど、この P5S からねだいぶそこはね安心して使えるようになったかなと思います。ちょっとねそのあたりを説明するためにですね、まずはPC でねファームウェアアップデートのやり方っていうのを解説したいと思います。特にですねこのリード上位のゼノプラスっていうねこちらのコントローラーに関してはですね、この P5S をアップデートしないと使うことができないっていうことになっています。そんな風にですね P5S ファームウェアアップデートでどんどん対応するコントローラー増えていくっていうそういうコンバーターになっていますので、ちょっとねファームウェアアップデートのやり方っていうのはぜひね覚えておいてもらった方がいいかなという風に思います。そしたらですね P5S のファームウェアアップデートをする方法をね解説していきたいと思います。まずブルック社のサイトを開いてですねダウンロードからウィングマンですね、
で、一番上にね、ウィングマン P5S があります。こちらのウェブをクリックします。そしたらアップデーターが起動しますね。こちらでですね、この画面の通りですね、この真ん中の LED が光るところのボタンですね、こちらを押しながら、この PC にね、接続をしてあげます。しばらくこのボタンを押しっぱにしてるとですね、この LED ボタンがこんな風に紫色ですね、これ紫色に点灯します。この状態で接続ってしてあげます。はい、そしたらここに WPM USB っていうのが出てくるので、これで接続ボタンを押します。そしたらですね、最新バージョンということで V1.0.1.8 とかね、こんな風にいろいろとバージョンが出てきます。これベータって書いてますけど、基本的にですね、この一番上の一番新しいバージョンにしちゃってね、問題ないので、こちらのね、バージョンを選択して開始ってやってあげると、ファームウェアアップデートが完了します。はい、ファームウェアの更新に成功しましたって出ます。OK を押して、はい、この状態でですね、この P5S を PC から抜くことができます。だいたい30秒ぐらいあればできる作業かなと思います。PC ね、全然スペックの低い PC とかでもファームウェアアップデートはできるのでですね、ゲームをプレイできるような PC 持ってませんっていう方もですね、ぜひね、このファームウェアアップデートとかできるようにしておくといいかなというふうに思います。これともう一つですね、設定ソフトウェアをダウンロードして設定っていうのをしてあげることができるようになっていますので、そちらも解説しておきたいと思います。先ほどと同じようにダウンロードをクリックしてですね、セッティングツールっていうところに行きます。はい、そしたらですね、ここにブルックコンバーターセンターってあります。こちら Windows をクリックしてダウンロードしてあげます。はい、ダウンロードできたらこんな形で ZIP ファイルになっているので、全て展開ってしてあげてですね、展開をします。はい、そしたら中身こんな感じになってるんですけど、ブルックコンバーターセンター .exe っていうのをダブルクリックしてあげて、設定ソフトを開くことができます。はい、ブルックコンバーターセンター開くとこんな感じの声明って出てくるんですけど、こちらはね、とりあえず受け入れるってやってですね、この画面表示の通りにですね、接続をします。LED ボタンを押しながら接続をしてあげて、紫色点灯したら離してあげます。はい、それとすぐにね、青色になっちゃうんですけど、右上にこんな風に Wingman P5S っていう風に出ていれば接続 OK です。この状態で設定ソフトの方ですね、今回は PlayStation 5に接続しますので PS っていうのを選択してあげて、コンバータのデータを読み取りたいですかって出てくるので、はいって押してあげます。はい、これでですね、今現在のコンバータの設定っていうのを見ることができます。キーのカスタマイズっていうところでは、ボタンの出力をコンバータで変えるなんていうことができます。基本的には使わないですかね。連射っていうのもできますね。この辺りの機能を悪用するとですね、もちろん利用規約違反になってね、バンとかになってしまう可能性がありますのでね、この辺りはオフラインゲームとかね、で遊ぶときに使われるようにしてください。で、マクロとかですね、もできますということです。で、詳細設定の方が重要でですね、こちら P5S からコントローラーの振動とかね、もう標準で対応するようになってます。ジョイスティックのスケールを変えることができますということで、これはね、あんまりいじらなくていいかなって思います。11で全然 OK です。で、重要なところこちらですね、デッドゾーン、最初ちょっとね、デッドゾーンが入ってますので、FPS ゲームとかプレイされる方ですね、ジョイスティックのデッドゾーンはね、0% にしてあげて使うのがいいかなと思います。タッチパッドモード、これですね、モード1だと先ほどのようにクリエイトボタンとかね、ビューボタンでタッチパッドのボタンが機能するようになります。モード2にするとですね、クリエイトボタンと右スティック押し込みを両方押さないとタッチパッドボタンにならないみたいな、そんな風なね、モードになってます。モード1かモード2どちらかね、お好みの方で選んだらいいかなと思うんですが、Apex みたいなゲームだったらモード1がおすすめですかね。はい、左ロック右ロックっていうのはこれはトリガーのストロークですね。こちらは100% でいいかなと思います。はい、こんな感じでですね、設定を変えたら設定をコンバータに同期するってやってあげます。はい、完了ってなったらこれでこちらのコンバータはデッドゾーンが0になったっていうことでですね、これでですね、最新コントローラーの性能をフルに活かして遊ぶことができるようになるかなと思います。はい、続いてブルックウィングマン P5S コンバーターのですね、PlayStation 5接続時の遅延の検証結果っていうのを見ていただきたいと思います。こちらですね、ストリートファイター6でですね、1P 側に対象のコントローラーですね、コンバーター経由でつなげたコントローラーを接続して、
で 2P 側にデュアルセンスエッジを接続してですねコパンを打ちます。それをですね、何回も繰り返して5分間ぐらい繰り返してですね、コパンがデュアルセンスエッジのコパンに対してですねどれくらい何フレーム遅れたかっていうのを計測していってで、遅延っていうのを検証しています。こちらですねプレイステーション5に直接接続したデュアルセンスエッジはですね、ボタンを押してからですね、モニターにそのコパンの動きが反映されるまでっていう時間がですね 67.63 ミリセカンドっていう値でした。それに対して一番速かったコントローラーっていうのはこちらですね。ゲームサーの G7 Pro 8K PC で 66.85 ミリセカンドっていうことで、なんとねデュアルセンスエッジで直接接続するよりも速かったっていう結果になりました。ちなみにですねこちら 8000Hz のポーリングレートが出るコントローラーなんですが、あえて設定ソフトの方で 1000Hz に下げてあげてですね接続した方が速かったです。このグラフに載せてるのは全て一番最速だったポーリングレートの結果っていうのを載せていますので、そちらですねぜひ設定の参考にしてみていただけたらなと思います。続いて速かったのが Void PS4 Firebird ですね。で G7 Pro の 8K じゃないノーマル版っていうねこの3台非常に速かったですね。その他ですね最近人気のコントローラーでいうとゼノプラス、ベーダ5 Pro、ジェネシスあたりはですね1ミリセカンド以下の遅延ということで、ほとんど誤差って言っていいようなですね、実際のゲームプレイではね感じ取ることのできないようなすごく高速な遅延っていうことが分かりました。なので P5S を使ってですねこういった PC でもね非常に人気のあるコントローラー使ってね遊ぶっていうのはねすごくおすすめかなというふうに思います。パッと見 PlayStation 5にもともと対応しているようなコントローラーと比べてもですね全然遜色ないような遅延かなっていうふうに思いますので、すごくね、この P5S っていうのは低遅延なコンバーターなんだなっていうのがね改めて確認できたかなというふうに思います。遅延の傾向としてはですねこれまで見てきた FGC-VX や P5 とね、ほとんど似たような傾向かなと思いますね。 G7 Pro が速いとかっていうところもそうかなと思いますので、遅延についてはねほとんど今までとね変わらず本当に高速なコンバーターであり続けてるっていうところはねすごくいいことだなというふうに思いました。続いてこちらですねスイッチやスイッチ2にも対応しているコンバーターということでですね今回はスイッチ2の遅延っていうのを検証してきました。ただですね基本的に最近のコントローラー、G7 Pro にしろベーダ5 Pro にしろですね Firebird とかね、ジェネシスに関してもですね基本的にスイッチやスイッチ2に元から対応しているコントローラーっていうのが多いです。なのでスイッチ2に、接続するっていうね、状況ってどういうのがあるのかなっていうふうに考えたらですねホリファイティングコマンダーオクタを使うかデュアルセンスエッジ使うかですね、あとはやっぱりアケコンをつなげるっていう用途が一番多いかなっていうふうには思います。なので、特にねこのねコンバーターをねスイッチ2用途で、使うっていうシーンはねそこまで多くないのかなっていう気はしました。ただねアケコン使われる方には非常にねこの P5S に限らずですねブルック社製のコンバーター非常に定評のあるコンバーターになってますので、いろんなゲームやりますよと格ゲームをやりますよみたいな方はね、やっぱりこの P5S をね選んで使うっていうのは非常にいいのかなっていうふうに思うところです。そんなわけでですね遅延の検証とかね一通り見てきたんですが、実際ゲームプレイですね主に Apex Legends あとはちょっとだけ格ゲーの方もねやりつつですねこちらブルックウィングマン P5S の使用感確かめてきました。今回は主にこの4台のコントローラーですね今私が一番ね特におすすめしているコントローラーこちら4台に絞ってですねゲームプレイしてきたのでそちらをね見ていただきたいと思います。まずは Firebird ですね。こちら Void PS4 Firebird ではなくぼんじりさんが販売している基板の方の JS13 Pro 版っていうのを使ってですね PlayStation 5で、Apex のランクを回していたって感じです。これが前シーズンの終わりぐらいで今シーズンの初めあたりまでですね、ランクリセットかかってからっていうところもやったりしてたんですけど、ファイアバードはやっぱり強いですということでですね、非常に強く使っていくことができました。P5S 側でデッドゾーンさえゼロにしてあげればですね、ほとんどね PC と操作感自体に違いは感じられなかったですね。もちろんPC は 2,30 ミリセカンドっていうのが、全体のシステムレイテンシーになってるっていうことで、このね PlayStation 5だと60何ミリセカンドっていうのがその値になるんでね、
2倍から3倍ぐらい遅延自体ね、実際大きいのがプレイステーション5のね限界っていうことで、そこの遅延っていうのは正直ね、デュアルセンスエッジを直接接続した時も感じるんですけど、それと比べてね、特にこの P5S をかましているからといって何か遅延が大きくなっているとかっていう感覚はもう全くなくて、むしろ RC フィルターがある分ですね、遅延が少ないような感覚でね操作ができてエイムができるっていうところはね本当に、大きなメリットなんじゃないかなというふうに感じました。以前 FGCVX とかをねレビューしてきた頃とは違って、RC フィルターっていうところが大きなね違いですかね、っていうところでですね、このコンバーターを使うメリットっていうのはね大きく増しているかなっていう状況になっていると思います。一応 LGS でねリークされた文章を見る限りですね、こういう公開マッチで RC フィルターを使うことに関しては一切制限はされていないということなんで、ルール上ね全く問題はないんですけど、この RC フィルター入りのコントローラー使うのどうなのっていう議論が出るのもね全く不思議ではないっていうね、それをもね、もう完全に理解できるなっていうところではあります。そういうのをね、一旦、考えずに、純粋にねこの Firebird と RC フィルターの設定っていうところでね、しっかり使っていった感想なんですけど、やっぱりエイムアシスト大きいねプレイステーション5版の Apex ではかなりねやっぱりエイムアシスト強いような気がしますし、すごくワンマがしやすいなっていう感じがしました。この後2回ぐらいワンマガシーンっていうのが出てくるかなと思うんですけど、強いですね本当にね。近距離戦は間違いなくこれ最強だなって思うぐらいのエイムができてしまいます。とにかくねプレイステーション5版 Apex はねワンマガが本当にやりやすくてね、量産することっていうのがねできちゃってました。コンバーター使ってファイアバードをつなげて RC フィルター使ってね、これ本当にいいのっていうぐらいのねいやいいんですけどルール上はねそんぐらいの感覚ですね。本当にねめちゃくちゃ強い、そんなね、感覚があるそんなゲームプレイになりました。はい、続いて G7 Pro 8KPC ですね。これ今画面に映っているのは2用バージョンのものになります。RC フィルターなしバージョンでね遊んでいるところになってます。こちらはですね、こちらでですね中遠距離やっぱり当てやすいなっていう感覚はありました。ちょっと離れてるところの救急とかですね、そういうのもねかなり当てていきやすかったっていう感じがするので、やっぱりね RC フィルターっていうかですね、どうもね最近のゼノプラスの RC フィルターとかを触ってる感じですね、その震えっていうものがどうも中遠距離のエイムに悪影響があるんじゃないかっていうね説がね私の中では有力になっているところですね。なので決してね RC フィルターがないからといって弱いっていうことはね一切ないですね。近距離はやっぱりね RC フィルターあった方が強いっていう感じはするんですけど、中遠距離例えばこういう距離とかねほとんど打つ意味ない状況っていうのが多いところなんですけど、もうめちゃくちゃ当たるんでね、中遠距離は本当に、この G7 Pro 8KPC 非常に楽しく打っていくことができたっていう感じがしましたね。1000Hz にあえて下げて有線接続を P5S 経由でしてあげるっていうのが遅延最速っていうことで、実はこれデュアルセンスエッジの有線接続よりもね、計測した感じね速いと、スティック遅延もめちゃくちゃ速い、そういうコントローラーですから、現状プレイステーション5で遊ぶコントローラーとしてはですね P5S 経由なのにもかかわらずですね Apex とか FPS ゲームで遊ぶ方にはね最速のコントローラーということになります。そういったところもかなり大きなメリットかなというふうに感じますね。特に RC フィルターをね使いたくないよという方はこの G7 Pro 8KPC と P5S の組み合わせっていうのはめちゃくちゃおすすめです。で場面変わってでこちらボイドジェネシスですね、冒頭のね、ランクで、ダブハン取った動画とかもね、見ていただいたんですけど、そちらのね、別の動画になってきます。こちらはね、言うまでもなく強いって感じなんですけど、感覚的にはやっぱりファイアバードとよく似ているっていうところですね。
遅延性能的には計測結果だけはね、ジェネシスはFirebird とか、あとは G7 Pro 8KPC と比べるとちょっと見劣りするところっていうのはねあるんですけど、実際問題プレイしてる感覚ね、そんな遅延があるっていう感じは一切なかったです。なんでそこはねあまり言うて1ミリセカンド未満の本当にわずかな差なんで、計測を何回かやるだけでも変わってきそうって感じなんでね、そこはねあまり気にしなくてもいいのかなっていうぐらいの感じですかね。ボイドジェネシスやっぱりねショルダーボタンもついていて背面ボタンもついていてで RC フィルターが使えるっていうところでですね、現状ですねやっぱり APEX やるコントローラーとしては一番おすすめのコントローラーというところになってくるかなと思います。ちょっとこの後ですねプレイ動画をお見せします。リードジョイのゼノプラスっていうのとねどっちが1位かなっていうの結構悩ましいところだったりもしますね。 RC フィルターの特性がちょっとね最新バージョンのゼノプラスっていうのは変わっていてですね、そのあたりもね結構選ぶのが難しくなってきてるかなっていうところなんですが、個人的にはねショルダーボタンの方が好きと、背面用ボタンよりもショルダーボタンの方が好きで、またね、近距離はちょっとねジェネシスの方が強いかなっていうところでですね、まだね据え置きでジェネシス1位かなっていう感じがしているところです。そのあたりはね好みによって結構変わってきそうなんでね、ゼノプラスの方が好きだよっていう方もねいらっしゃるかなというふうには思うところですが、あまりね PC のね、コントローラー詳しくない方もね、ぜひねこの2つのコントローラーどっちか選んどけば間違いはないかなと、そのぐらいの感じなんで、ぜひね PlayStation 5で、このP5S コンバーターをね通して使う際もねぜひこの2つのどっちか選んでいただけたらですね、だいぶ満足度高いかなというふうに思っているところです。PlayStation 5でね、このジェネシスを使った感想っていうのも PC での APEX とね変わらず本当に強くてですね素晴らしいコントローラーだったかなというふうに思いました。最後にリードジョイのゼノプラスです。これプレイ動画撮影をねやり直したんですけど、結構最近撮ったプレイ動画になるんですけど、これはバージョンが48ですね。なんで新しい、RC フィルターのバージョンのゼノプラスを使ってます。でこのコンバーターがですねゼノプラスに対応するの結構大変だったみたいでですね、もしかするとね、こう抜き差しが必要になるかもしれないということを伺ってます。コンバーター本体もしくはコントローラーだけをね抜き差しするとうまく接続できるっていうことなので、そこだけ注意してください。近距離がね、ファイアバードは本当に強い。ジェネシスもそうですね、近距離すごく強いんですけど、このゼノプラスの RC フィルターに関してはね、なんか遠距離が強いんですよね。中距離はあんま変わんないかなって気もするんですけど、遠距離は特に明確になんか強い感じがするんで、このね、なんでそうなるかっていうと、実はこう震え、スティックの震え、ジッターって言われますね、そちらが非常に少ない、そんな RC フィルターになってるんですよね。で、そのおかげか遠距離が強いということでですね、本当にねそういうちょっと変わった特性のある RC フィルターが搭載されていてですね、これが強くて本当にこれが好きだよという方もいるっていうね、そんな感じのコントローラーになってます。こうやってですねいろんな特性のコントローラーからですね自分好みのものを探したりとかして選んで遊べるっていうのもですね、この P5S っていうコンバーターの大きなメリットだと思いますね。やっぱりこういったものを使わなければですね、どうしてもデュアルセンス1だったりですね、もしくは公式認定コントローラーっていうところから選ばなきゃいけなくてですね、その選択肢っていうのは本当に少ないですね。特に公式認定コントローラーはね、なんでなんかって思うぐらい価格が高くて、の割には内容はいいって思えるコントローラー本当に少ないというかないですね、正直言って。唯一使えるのは格ゲー向きのホリファイティングコマンドオクターぐらいですかね。価格もそちら抑えられててね、非常にいいコントローラーだと思うんですけど、FPS ゲーム向きっていう意味で言うとね、本当になくてですね、もう残念なんですけど、コンバーターをね、使っていろんなコントローラーを使うっていう遊び方がね、とても、PlayStation 5は特におすすめになってますね。今後もですね、いろんなコントローラー新しく発売されていきます。
リードジョイのねこのゼノプラスは今 Xbox 配置のスティックですね。左スティックが上についていて右スティックが下についてるっていう形なんですけど、もうすぐですねセーバープラスっていう新しいコントローラーの発売が予定されていてですね、そちらはプレイステーション配置ですね。スティックが両方とも下に配置されているっていうね、対象配置のスティック対象配置のコントローラーになっているっていうことで、そちらもねプレイステーション5ユーザーの方には非常に受け入れられやすいね、そんなコントローラーになってるかなと思うので、そちらもね非常に注目しているところになります。はい、ちょっとね、ゲーム変わってストリートファイター6ですね。こちらスイッチ2版になります。すごく昔に買ったですね、マッドキャッツのアーケードファイトスティックトーナメントエディションっていうですね、プレイステーション4用のアケコンなんですけど、こちらをですね、スイッチ2につなげて使うなんていうこともできています。そういったですね、アケコンをスイッチ2で使いたいよっていう方にもすごくおすすめのコンバーターっていうことになってます。もちろんですね、スイッチ2でホリファイティングコマンダーオクタを使うなんてこともできています。他にも使い方としてはですね、このコンバータージャイロにも対応していますので、ちょっとね対応しているコントローラー限られてはくるんですけど、スイッチ2でねジャイロエイムをやりたいよっていう方もね、こちらのコンバーターを使ってねやっていくっていうのも面白いかもしれないですね。はい、以上ですね、ブルックウィングマン P5S コンバーターのレビューをしてきましたがいかがだったでしょうか。相変わらずブルック社製のこのコンバーターシリーズに関してはですね、遅延が本当に少ないっていうのがね特徴的かなと思います。実際にゲームをプレイしてみてですね、全くその遅延っていうところで不満に感じることがないコンバーターになっているっていうのは素晴らしいなと思います。何点がね注意点があって、イヤホンジャックが使えなくなるよとか、あとはねちょっと製品、そのまま使うとデッドゾーンが入ってしまっていることがありますよとかっていうところでですね、ちょっとだけ使いこなすのがね、ワンステップ必要にはなってくるんですけど、そのあたりしっかりとですね対策して使えばですね、もう素晴らしいコンバーターなんじゃないかなというふうに思います。もうこれ1台あったら、特に私は Xbox を持ってないので、PS5、PS4、Nintendo Switch 2とね、一通りこれで対応できないコンソール機っていうのがなくなるっていうところはものすごくありがたいと思っていてですね、どんどんね新しいコントローラー購入して試していくっていうね、そんな感じで使われてる方とかで、非常に頼もしいですね、コンバーターなんじゃないかなと思います。FGCVX の頃ですね、すごく新しいコントローラー発売されてですね、対応してない時にね、それをひたすらですね、正規代理店さんの方にこれ対応できませんかみたいなことをお願いしてね、それにすごくね、一生懸命対応してくださったりとかもしてですね、FGCVX に関しては本当にいろんなコントローラーにですね、対応をどんどん追加でしていってくださったっていうところでもですね、このブルック社製のコンバーターへの信頼っていうのは私の中ですごく熱いものがあります。そんなねブルック社製の最新コンバーター、こちらもですね、そういう面でもねすごく頼もしいですねコンバーターかなというふうに思うところです。どんどん新しいコントローラーを試していくのが好きっていうね私みたいな方はですね、非常に頼もしいコンバーターになってくれるかなと思いますので、ぜひね、概要欄の方からチェックしてみてくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、今回の動画が参考になったと思ったら高評価とチャンネル登録、また余裕があればハイプの方もぜひよろしくお願いいたします。はい、以上モノルでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。